ミノキシジル内服薬は発毛効果は確かに高いです。しかし、飲むべきではない女性が安易にミノキシジル内服薬を服用すると逆に薄毛になってしまう場合があるんですね。こんにちは。自ら発毛の毛髪診断士、阿部です。今回はミノキシジル内服薬を服用した結果、治療前よりも逆に薄毛が悪化してしまった20歳女性のケースをご紹介します。逆に薄毛になるなんてそんなことあるのと思われるかもしれませんが、実は女性の薄毛の場合は特に珍しいことではないです。公式 LINE でも同様の相談を多数受けています。ですから、これから薄毛治療を検討している女性は、その前にこの動画を見ていただき、本当にミノキシジルを飲む必要があるのか、薬を飲んで大丈夫なタイプなのか、これを冷静に考えていただきたいと思います。ミノキシジル内服薬がどんな薬かよくわからないよという方は、こちらの動画を参考になさってください。今回紹介するのは20歳の大学生の女性です。初めて当店に相談にいらした時の状態がこちらです。後ろから撮影した写真ですが、分け目の頭皮が目立っています。一番初めは抜け毛が70本以上に増えて、髪のボリュームが減少したことがお悩みで、薄毛のオンライン診療を受診しました。そして8ヶ月間、ミノキシジル 2.5mg とスピロノラクトン錠を服用した状態がこちらの写真です。髪が生えてこうなったわけではなくて、抜け毛が増えてこの状態になってしまったんです。しかしですね、この写真を見て全然薄毛じゃないじゃんって思う人もいると思うんです。女性の薄毛の悩みというのは他人には分かりにくいんです。そこでこの日から1年間当店に通った結果、どう髪が増えたか比較写真を見てみましょう。ビフォーアフターがこちらです。ビフォーが2023年の4月17日、アフターが2024年の4月14日、この動画公開の5日前に撮影した写真です。ミノキシジルを8ヶ月間服用した結果がビフォーで、そこから当店の施術を10回受けた1年後の状態がアフターです。明らかに髪が太くなって分け目の頭皮が目立たなくなっています。そして M 字もこのように短くて細かった髪が太く長く改善しています。ミノキシジルを飲んだことで確実に薄毛になって、当店に通った結果確実に薄毛が改善しているんです。このように女性の薄毛の悩みというのは本人しかわからない場合が多くて、他人には推し量って理解することが難しい場合があるんですね。そして当店のケアですが、1年間で施術10回というのはペースとしてはかなりゆっくりなペースです。学生さんなので経済的な理由などもありましたが、その代わりにシャンプー、頭皮の保湿のチャージローション、スカルプエッセンスと最低限の自宅ケアはしっかりと行っていただきました。生活習慣の面では特に気をつけていただいた点は、夜更かしによる慢性的な睡眠不足の改善と、お菓子やジュース、カップラーメンなどのジャンクフードをなるべく控えていただいた点です。お客様も意識を高く持っていただいて、当店に通い出してからは甘いジュースを毎日飲むのを一切やめたそうです。そして来店前から服用していたミノキシジルはそのまま飲み続けていただきました。やめると短い産毛すら抜けてしまうからです。ミノキシジル内服薬は発毛効果は確かに高いです。しかし、飲むべきではない女性が安易にミノキシジル内服薬を服用すると逆に薄毛になってしまう場合があるんですね。ではここからはなぜミノキシジル内服薬を服用したにもかかわらず逆に薄毛になってしまったのか、その原因と対策について話していきます。まず最大の原因はあまり薄毛が進行していない軽度の状態でミノキシジル内服薬を飲んでしまったことです。そしてその悪の根源は、ろくな診察もしないままミノキシジルを処方するオンライン薄毛診療です。具体的にミノキシジルを飲んではいけない薄毛レベルというのは、このビフォーアフターのアフターの状態です。あまり頭皮が透けていないレベルの薄毛ですね。これを薄毛と呼ぶべきかどうかはわかりませんが、いずれにしても女性の薄毛というのは頭皮が透けて目立つことよりも先に髪が細くなってボリュームがなくなることで悩む場合が多いんです。まさにこの状態です。このタイミングでミノキシジル内服薬を飲むと初期脱毛で服用する前よりも薄毛になってしまう可能性があるんです。この場合、まだ抜けるべきではない長い毛まで抜けてしまうために元の毛量を超えて発毛することが難しくなります。髪を太くすれば薄毛が改善するはずなのに、必
必要以上に発毛することで自然なヘアサイクルの周期が乱れてしまい、長い髪が少なくなってしまって、結果的には見た目が薄毛になってしまうんです。一度こうなってしまうとかなり厄介です。ミノキシジルの服用をやめれば発毛した短い産毛も脱毛してしまうし、産毛を太く長く育毛できれば薄毛は改善するんですが、それには頭皮環境の改善や体質改善などミノキシジルを飲む前よりも余計に頑張らなくてはならなくなります。先ほど見ていただいたこちらのビフォーアフター写真にそれぞれの頭皮画像を添付してみましょう。1年間の施術と自宅ケアによって頭皮の血流が改善し、炎症も改善して赤みが引いてスッキリとしています。このように初期脱毛から再び毛量を増やすには、ここまで集中的にケアをしないと難しくなってしまうんです。もちろん頭皮が透けて目立つほどの薄毛の場合はミノキシジル内服薬によって発毛を促して毛量を増やすのは有効です。しかしオンライン診療はモニター越しの診察なので、脱毛の度合いまできちんと見てもらえるかどうかは疑問が残ります。現実としてこのように悩んでいる若い女性がいるんです。まだ20歳ですし、ミノキシジル内服薬は基本的に飲み続ける必要があることも理解されていませんでした。ミノキシジルを飲んだ結果、抜け毛が100本以上に増えて、そのまま毛量が少なくなって悩んだそうです。誰にも相談できずにネットサーフィンをして、夜中の3時に当店の体験コースを申し込みされたんです。このようなかわいそうなケースが起きないように、薄毛治療を受ける側も知識をつけて自分の身を守る必要があると感じますよね。そして女性の今後の目標は弾薬です。やはり学生なので毎月の薬代が厳しいということもあります。あくまでご本人の意思ですが、これからは減薬弾薬にチャレンジしていく予定です。当店としましてもこれからも見守っていきたいと思っています。今日の内容をまとめます。ボリューム減少など頭皮が透けないレベルの女性の薄毛の場合、ミノキシジル内服薬を飲むと治療前よりも薄毛になってしまうことがあります。2、頭皮が透けるレベルの薄毛の場合はミノキシジル内服薬による薄毛治療は有効です。3、オンライン薄毛診療を受ける際はミノキシジルの特性を理解した上で受診しましょう。以上のことを知った上で自分がミノキシジル内服薬を飲んでも大丈夫なタイプなのかどうかよく考えてみるようにしてくださいね。今回の動画が参考になったという方は高評価、チャンネル登録、通知をオンにして次の動画もご覧ください。それでは今後も薄毛対策一緒に頑張っていきましょう。